こんにちは。今日はうまみいっぱいちょっとピリ辛キムチを作ります。必要な材料は左下から生姜1かけ、その上が玉ねぎを4つに切ったものを2個、その上は日本の大根なんですけど、韓国の梨がありましたので、その梨を代わりに使いたいと思います。で、一番上が青ネギ5本使います。で、そのすぐ下がニンニク5かけ、その下が人参。普通のサイズの人参なら半分です。そしてそのすぐ横が網です。網は普通小さじ2杯くらい入れるんですけど、私はナンプラーだけで作る方が好きです。網の上がナンプラーです。ナンプラー大さじ3杯。そしてその横が糸胡椒。これは1つまみです。で、そのすぐ下が赤唐辛子大さじ2杯です。その右横は砂糖です。砂糖は大さじ1杯。その上がもち粉。もち粉が大さじ 1.5 杯。で、その上がお塩です。で、塩が小さじ1杯です。この他にもちろん白菜。それに水 80ml。それといった白ごま大さじ1杯。だいたいこういうものが必要です。で、このビデオの最後に材料は全部タイプして載せてあります。まず最初にもち粉を使って海苔を作ります。最初はお水 80ml 入れてください。次にもち粉大さじ 1.5 杯。そして砂糖大さじ1杯加えます。それをよく混ぜてください。中火で海苔を作ります。このくらいの硬さになったら火から下ろして冷やしてください。はい、これはですね、唐辛子大さじ2杯です。で、これにちょっと温かいお湯を少し加えます。そうですね、これ大さじ1杯ぐらいですかね。もうちょっと入れてもいいかな。そしてこれを混ぜます。これをするのはですね、胡椒にお湯を入れてて、この胡椒の赤い色がですね、きれいに出てくるようにこれをします。はい。しばらく置いておきます、このまま。そして次はこの白菜を切るんですけど、白菜はここに切り目を入れて裂きます。そしてまた切り目を入れて裂きます。で、今日はこれ小さいあれですね。今日は3つ作ります。これ4分の3ぐらい使いますね。普通はこの白菜は半分使うんですけど、この白菜は小さいので4分の3使います。そうしてこの芯をですね、このくらいのところから取ります。
で取ります。そしてこの端を切ります。そして一口大に切ります。ちょっと早送りをしてます。そしてこの芯の中のまだ柔らかいところはですね、だいたい半分ぐらいにちぎって入れます。これは韓国のできるだけ包丁を入れないで料理をキムチを作ると美味しいらしいです。これは韓国にいる時にローカルの人に教わりました。そしてあとはこれを2、3回洗います。あれ、大きな手が出てきましたね。本当によく気がつく手です。ありがとう。こう傷つけないようにですね、できるだけこう柔らかく。はい、3回洗い終えました。で、この白菜にですね、これは粗塩です。大さじ2杯ぐらいで入ってます。これを振りかけます。そして混ぜます。これは白菜が少ないので、あんまりね、これかけていると白菜が辛くなります。もうやめましょう。だから大さじ1杯か1杯半ぐらいでいいみたいですね。これ結構もうしょっぱいですからこれでやめときます。大さじ1杯半使いました。はい、そしてこれを30分ごとにこう混ぜてあげます。そして1時間半から2時間でキムチをつけることができます。はい、人参はですね、こういうふうに千切りにします。これはね、ちょっと潰しておきますね。そしてネギは2本残してですね、半分は刻みます。そして残りの2本はそぎますね。こうそいでこういうふうに切ります。ここも少しの間早送りです。だから2種類のね切り方をします。ネギは。はい。そして次はニンニクを潰します。これはね、ちょっと潰しておきますね。玉ねぎはですね、粗く乱切りにしておいてください。フードプロセッサーに玉ねぎを入れます。それにニンニク5かけ。次に生姜を加えます。これはナンプラー大さじ3杯ですね。横の網は一応こう置いてるだけです。使いません。食塩は小さじ1杯加えます。網が好きな人、使いたい人はここで網を小さじ2杯加えてください。次はこのうまみの素をボウルに移します。
このボウルの中にはですね、さっきのフードプロセッサーから出したうまみの素、それと湿らせておいた赤唐辛子、それに人参と刻んだ青ネギが入ってます。で、これにですね、今日はこれ韓国の梨です。梨の薄切りを入れます。普通はこれ日本の大根、あんまり辛くない大根とか、韓国の全然辛くない大根を千切りにして入れるんですけど、今日はこの梨があったので梨を入れます。梨を入れることでシャキシャキ感と自然の甘みが加わってうまさが増します。白菜は30分ごとにこういうふうに混ぜて1時間半から2時間待ちます。さあ次にですね、このさっきの入れたもの、それにこのキムチのりですね、もう冷やしてある分を加えます。そして混ぜます。このキムチのりはですね、味見をしてみるとね、うっすらとこう甘くて美味しいです。よく混ぜてください。これは言ってみればキムチの素ですね。はい、これ1時間半経ちました。そうすると、ほら、1時間半でこれだけの水が白菜から出てきてます。で、今度はこの白菜を簡単に軽くゆすぎます。そしてこれを軽く絞ります。白菜を絞り終えるまで早送りにしてます。大きなボウルに白菜を移します。そしてキムチの素を足します。この際全部入れないで、そうですね、8割ぐらい入れておいて、混ぜて味見をしながらね、足していってほしいと思います。白菜の葉っぱがですね、必要以上に破れないように柔らかく混ぜてください。ちょっと味見をしてみます。美味しいんですね。ちょっとね、旦那さんにも味見をさせます。美味しいと言ってます。でももう少し辛い方がいいとか言うので、もう残りは全部入れることにします。出来上がりましたので、瓶に詰めます。
白菜半分使ってちょうどこのくらいの瓶がいっぱいになります。白ごまは具と一緒に混ぜてもいいんですけど、食べる前に振りかけて食べるともっと美味しいと思います。これが瓶に詰めたところです。でもですね、はっきりキムチがどういうキムチなのかが見えないから、タッパーウェアみたいなものを使って広げてお見せします。はい、これです。わあ、美味しそうですね。白ご飯があったら今すぐ食べてみたい感じです。はい、これが必要な材料のリストです。今日のビデオはいかがでしたか？よかったと思われたらいいねのボタンを押してチャンネル登録をしてくださいね。登録の際、通知チャンネルをオンにしておくと私の新しいビデオが載った時に通知がいきます。今日は本当にありがとうございました。